どうも、ジョナサです。今日は、幻影旅団、死亡確率、生存確率、暗黒大陸編412話の時点でのランキングについて話していきます。まず10位は、雫。生存確率は 0% と考察しています。生きてブラックホエール号を降りることはできない。もしも下船できたとしても、暗黒大陸のごく序盤までで即退場となることがほぼ間違いないと思っています。順位の理由としては、まず、第一に膨大な数の死亡フラグ。代表的なものから挙げていくと、ヨークシンシティ編でのラブリーゴーストライターでパクノダ、シャルナーク、シズクの3人に死の予言が出ていた。パクノダ、ヨークシンシティ編、シャルナークは暗黒大陸編開始間近に命を落としていて、予言の3人の中で生き残っているのはシズクだけとなっています。ラブリーゴーストライターの予言の期間は1ヶ月後までなので、能力の設定的に考えればもうすでにとっくに向こうだろうとも考えられますが、ハンターハンターという漫画では一度書かれた伏線は長い期間を経ても最後にはきっちり回収してくることが多いです。死の順番として次が雫であることが予言という強力な伏線で書かれていたこと。次にブラックホエール号に乗船している旅団の天敵として一番危険度が高いのがヒソカ、次にクラピカですが、雫はこのどちらとも戦闘での相性が悪く、単独での戦闘になったら敗色濃厚となっています。さらにヨークシンシティ編からの伏線としてもう一つ、ヒソカがクラピカに旅団員の能力を教えたシーンがありましたが、実はあの時、ウボウと雫の2名の能力を教えていた。バラしていたということ。密かの気持ちになって考えて、あの時のクラピカのような旅団への復讐の鬼に能力を明らかにする団員は、疎ましく感じている相手の可能性が非常に高いです。好きだと感じている人間の生命の危険度が跳ね上がる秘密を優先的にバラすということは、誰でもまずしないでしょう。そういう場合、嫌っている相手の秘密を選んでバラすはず。つまり、密かは雫に対して団員の中でも害意が強め、優先的に消したい相手と以前から感じていたということ。これもまた見逃せないポイントですね。加えて、雫は年初心者の子供ゴンとの腕相撲対決でうっかり利き腕でない方を使って負けるという描写があり、同じく年初心者の子供たちエイ一家と戦う場合にも、まさかこんな奴にという雑魚相手でうっかり絶命もあり得る。キメラアント編の雑魚パイク相手にも紙一重でしたからね。つまり天然キャラであるために退場に至る現実的なリスク要因が他の団員よりも豊富に存在しているということ。そして最後は作者側の都合という視点。雫の能力デメちゃんが今後の展開との相性が悪いです。無生物であれば容量の際限なく吸い込めてしまう。相手の血液、毒、瓦礫、岩、土、さらには海や湖まで吸い込める。暗黒大陸編で登場する脅威生物のいくつかを簡単に攻略できる方法が生まれてしまい、物語のバランスを崩す。雫本人ではうまい使い方を思いつかなそうですが、クロロの知恵を借りる、またはクロロのスキルハンターに貸し出すことでチートがいくらでもできるようになってしまう。これは作者視点で考えた時に次の物語には連れていくことができない強力な理由となっていると考えています。以上のことから雫の順位は10位、生存確率は極めて低いと考察しています。見た目がとてもキュートでキャラもいいため、予想外に生き残ってくれる展開でもジョナサ的には大歓迎。でも無理なんだろうな、きっと。幻影旅団死亡生存確率ランキング9位はボノレノフ。生存確率はドゥク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  25%。順位の理由。現在、ヒソカとクラピカのいるブラックホエール号一層で陰獣フクロウの姿に変身して単独行動しています。特にヒソカとは近い距離にいます。当然の危惧として、ヨークシンシティ編のアジトで同じ場所で過ごしたことのあるフクロウの姿をヒソカが覚えていたらやばいのではないかと感じます。設定上ヒソカは興味を失った相手のことはすぐ忘れますが、フクロウは身体的な特徴としてかなり大柄ということもあり、覚えていても不思議はない。場合によっては何かの拍子や時間切れで変身が解けてしまいもろバレするのではというリスクも。密かと1対1の戦闘になった場合にはボノレノフに勝ち筋はないと言っていい。長時間踊り踊らないと本領発揮できない。バンジーガムをつけられると体の穴から音が出せなくなる。あっ
倒的に不利です。手も足も出ず敗退するでしょう。もう一つ、ボノレノフは周囲一家のヒンリギたちからもリンチの仇として認識されており、そちらの方から発見されて危機的な状況に陥る可能性も十分にあり得ます。そういう意味で今置かれている状況だけで考えると一番危険度が高い一触即発なのがボノレノフですね。ボノレノフの死亡フラグはまだまだあります。能力のほとんどを披露してしまった役割を終えた身長まで変えて変身できる能力が万能すぎて物語の緊張感を失わせかねない。大切な場面でどうせまたボノレノフの変身ではないかと読者が感じるようになったら面白くない。さらに旅団の退場は今まで2人ずつ行われる習わしなので、雫ともう1人とする場合、初期メンバーではないセットとしてボノレノフはちょうどいいポジションであること、加えること、退場しても物語全体への影響が比較的小さい立場であること、以上の理由からボノレノフは9位、かなり危険度の高い団員であると感じています。撤回はしなくていい。所詮獣のたわごと俺の心には響かないというボノさんの名言、ジョナサはいつまでも忘れないよ。幻影旅団死亡生存確率ランキング、すでに退場済みのキャラについても軽く触れていきます。退場済み、羽毛銀。なぜ最強の羽毛銀があんなにも早く退場してしまったのかの理由を考察すると、旅団員からも人望のある羽毛が死ぬことにより、物語の中での旅団を大きく動かしつつ、存在感の厚みを出すため、羽毛の死を悼んでの信長の涙、クロロの涙は強く印象に残っていますもんね。次に、長い目で見た作者視点として、クロロの心を少しずつ追い詰めていくには、羽毛銀が一番効果的なキャラだったからということもありそうですね。羽毛銀が今も生存していると、旅団の精神的支柱となって、クロロが今ほど思い詰めず、物語が動かしにくいため、さらに、ヒソカとの戦闘の相性が、羽毛は良さそう。シンプルな力押しで勝ててしまいそうなイメージなので、将来的にヒソカと旅団の対立を描くとき、羽毛が残っていると、ヒソカの怖さが出ず、緊張感が大幅に下がってしまう。そう考えると、羽毛銀が物語の早い段階で退場したのは、どうしても必要だったのかもしれません。そう決まっていたからこそ、あそこまで桁違いの強さだったのかもしれませんね。ジョナサも体を鍛えて、いつかバズーカ砲を片手で止めたいと思っています。白野田がなぜ早期に退場したかに関しても考察していきます。まず、シンプルに念能力の使い勝手が良すぎたこと、相手の記憶を読むだけでなく、相手の記憶抹消能力もあるため、心理戦の多いハンターハンターでは、白野田が生存しているだけで、多くの謎や駆け引きが成立しなくなってしまいます。さらに、クロロを守って退場することで、クラピカやゴンたち、読者にも旅団が単純な極悪集団ではないことを示すという重要な役割。メモリーボムで仲間たちに記憶を手渡してのチリ様は、ヨークシンシティ編の最後を飾る劇的なもので印象が強い。あの時のパクノダの死は、それからの旅団を書くために、心の部分の表現のためにどうしても必要だったのでしょう。ちなみに、ジョナサが若かった頃、パクノダの容姿は美人ではないと感じていましたが、年を取った今、とても魅力的に感じています。どうしてなんでしょうか？どなたか教えてください。ホルトビがなぜ暗黒大陸編王位継承戦前に退場したかについても考察していきます。まず、能力が万能すぎた。ハンターハンター全編通してもホルトビのギャラリーフェイクだけは完全に別格。無生物であればノーリスクでほぼ無制限、無尽蔵に複製を量産できるファミコンのバグ技のような性能は、王位継承戦の情報戦や暗黒大陸の魔境探索での緊張感やバランスを一気に崩してしまいます。ブラックホエール号を複製などしてしまったら物語の崩壊なんてレベルではありません。暗黒大陸編前での退場は必須だったのでしょう。もう一つ付け加えると、うんこをしている時に殺されるという衝撃的な散りざまで、密かの覚悟、時も場所も選ばないが疑いようのない本物だと読者にまざまざと感じさせるための重要な役割も果たしました。他のイケメン団員、美女団員ではうんこをしている時に殺される役目は絶対にできません。さらに踏み込んで考えると、コルトビはうんこをしながら死ぬためのキャラとして作られたのかもしれません。その前提ならば、能力設定の凄さにも十分納得がいきますね。シャルナークがあの時点でコルトピとセットで退場した理由についても考察していきます。まず、第一に考えられるのが、クロロたちと密かの対立を動かしがたい絶対的なものにするため、コルトピがうんこ中にやられただけだとしょうがなかった、諦めようで済んでしまいそうですが、シャルナークという初期メンバーの一人で旅団のブレイン、
クロロたちとの心の結びつきも強い重要なキャラが死ぬことで一気に緊迫した状況に変わりました。次に能力的な面でも自分に針を刺してオート操作で戦うという奥の手を見せ終えたタイミングだったということ。さらに王位継承戦の前に人間を操作できる能力者を減らしておきたかったという狙いもありそう。加えてブランコに手を巻きつけての死に様はあの状態をわざわざ整えた密かの狂気性、ヤバさを改めて読者に再確認させる役割とも考えられます。ハンター試験当時の恐ろしい道化師密かの復活のためにシャルナークはあのブランコの姿で退場することに意味があったのでしょう。すでに対談済みのキャラの密かの今後についても考察していきます。現在密かはブラックホエール号一層のカジノで遊戯中、漫画の中での位置づけとして5人目の主人公ともいえる作者のお気に入りキャラで、ゴン、キルア、クラピカたちから見て完全な敵でも味方でもない第三勢力として物語にアクセントを与える重要な役割を持った存在です。ゴンとの再戦、クロロとの再戦、マチとの再戦も控えており、能力的にもバンジーガム、ドッキリテクスチャー以外にも強力な発を温存していることも十分に考えられます。さらに一度死んでから死後の念で蘇っている事実も加えて、ハンターハンターという作品から書くことのできない絶対的な存在なのだろうと感じています。究極的に言えば旅団が全滅しても密かは生きていそう。密かが退場するならばハンターハンター全体の物語の最終版、大詰めラストになるのではと思っています。みんなは密かどうなると思う？幻影旅団死亡生存確率ランキング8位はフランクリン。生存確率はドゥク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  75%。順位の理由、ヨークシンシティ編から大したことねえよあんなやつと密かの強さを低く評価しているセリフがあり、今回のブラックホエール号においても相手から来るのを待って迎え撃つスタイル、単独行動でも負けないという考えでいるので、これは危険度を高める要素となっていますね。さらにフランクリンは雫との会話場面も多く、団員の中でも特に思い入れが深そうな描写が目立ちます。雫が密かに殺されてしまった場合、フランクリンはどうなるのかも展開として気になりますね。とはいえフランクリンは旅団の中でも自力が非常に高く、簡単には退場しないとも感じています。なので順位は8位、生存確率 75% という微妙で絶妙な位置となっています。幻影旅団死亡生存確率ランキング7位はフィンクス。生存確率はドゥク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 ドゥ 90%。順位の理由、現在フィンクスはフェイタンとコンビを組み2層のエイイカージトを目指して行動しています。実力者であるフェイタンと常に行動を共にしていることは生存率を大きく高める要素ですね。さらに物語全体で見てもフィンクスはフェイタン、信長たちとの掛け合いを担当することが多く、旅団の日常や旅団らしい空気感を描く役割を持っています。今後もこの会話方式は続いていきそうです。そして戦闘面でもフィンクスはまだ本当の実力を出し切っていないはず。リッパーサイクロトロンは腕を回すほど威力が上がる非常にシンプルな能力ですが、逆に言えばまだ能力の底がどこなのか読者にも全く分かっていない状態。もちろんこれ以外の強力な技、切り札もきっと持っていそうと感じています。以上の理由からフィンクスは7位。腕を何百回と回せばメルエムも倒せるのか、暗黒大陸の脅威生物たちもワンパンできるのか、ジョナサはその本気をぜひ見届けたいですね。幻影旅団死亡生存確率ランキング6位はフェイタン。生存確率はドゥク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  92%。順位の理由、まず第一に戦闘能力そのものが旅団の中で最強クラス、剣術、体術、スピードどれをとっても隙がなく、密かと戦ったとしても勝機がありそうな数少ない団員がフェイタンだと感じています。能力面でもまだまだそこが見えていません。ペインパッカー、ライジングサンという切り札は披露しましたが、受けたダメージに応じて能力が変化することも示唆されており、まだ見せていない技やさらなる奥の手が残されている可能性も十分にありそうです。そしてフェイタンにはまだ物語の中で果たすべき重要な役割が残されています。フェイタンは旅団の中でも拷問役を担う人物。未だ多くが謎に包まれているクルタ族の収益、非道な虐殺の詳細を知る数少ない人物でもあるはずです。クラピカがその真相へたどり着く展開を描くのであれば、フェイタンはその事実を明かす役としてまだ生きていなくてはならないでしょう。仮にフェイタンが退場
場するのであれば真相を明かした後、クラピカとの戦いの中で命を落とす展開の方が自然で、現時点で密かに倒される可能性は低いと考えています。さらに現在のクラピカはブラックホエール号で王子の護衛を最優先として行動しているので、今回フェイタンと直接戦う可能性は低いです。以上の理由からフェイタンは旅団の中でも比較的安全な立場、少なくともブラックホエール号の中で退場する可能性はかなり低いと考察しています。幻影旅団死亡生存確率ランキング5位はマッチ。生存確率はドゥク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 ドゥ 93%。順位の理由。現在、マチはブラックホエール号5艘で単独行動中。今後は信長やフランクリンたちと合流する可能性も高く、一人で戦い続ける展開にはならないように感じています。そしてマチは旅団の中でも少し特殊な立ち位置のキャラですね。普段は冷静ですが、仲間が傷ついた時や死んだ時には感情を表に出す場面も多く、旅団という組織の人間らしさ、優しさを描く上で欠かせないヒロイン的なポジションとなっています。もし今後団員がさらに命を落としていくのであれば、その死を受け止め感情を表現する役としてもまだまだ必要な存在でしょう。さらに今回のランキングでは雫を最下位と予想しています。旅団の女性団員を2人とも短期間で退場させるとは考えにくく、その意味でもマチは生き残る可能性が高いと考えています。そして作者である富樫先生も以前マチを退場させる展開を一度考えたもののすぐに却下したという話があります。そのエピソードを踏まえると、マチにはまだ物語の中で果たすべき重要な役割が残されているのでしょう。幻影旅団死亡生存確率ランキング4位は信長。生存確率はドゥク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  95%。順位の理由。信長は旅団の中でも仲間を思う気持ちが強く、セリフの量も多い実質的な司会進行役となっています。作戦会議では話を回し意見をぶつけ合い、物語を前へ進める役割。父母の思いを受け継ぎ、時にはクロロにも物申す人間味あふれるポジション。もし信長がいなくなってしまうと、旅団に残るのは無口で影のある団員が多くなり、会話のテンポそのものが大きく変わってしまいます。もう一つ重要な要素として、信長は気に入った相手を新たな団員として迎えたがるという特徴を持っていて、ゴンやキルアにも過去に熱烈にアプローチを行いました。旅団という組織を今後も存続させていくのであれば、減る一方ではなく新たな団員を補充する必要があり、そのスカウト役としても信長は必要不可欠です。クロロに任せておくとひたすらゾルディック家からの団員補充しかしないので、栄養が偏り健全な旅団を保つことができませんからね。さらに戦力面でも信長は未だに発を披露していません。縁や居合の実力は描かれているものの、本当の切り札は最後まで隠されたまま、ここまで引っ張ってきた能力を披露しないまま退場させるとは考えにくく、まだ大きな見せ場が残されているように感じています。なので4位です。むしろ信長の縁の限界が4メートルなので4位です。幻影旅団死亡生存確率ランキング3位はイルミ。生存確率はドゥク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 ドゥ 97%。順位の理由。現在イルミはカルトと共にブラックホエール号3艘でビザイストムの指定した個室に待機中。今のところ積極的に危険地帯へ踏み込んでおらず、他の旅団員と比べても比較的安全な状況にいることが生存率を高める要素となっています。さらにイルミは幻影旅団の団員である以前にゾルディック家の物語を背負うキャラクターです。ゾルディック家の物語が完結する前にイルミが退場するとは考えにくく、何よりキルアとの決着がまだ全く描かれていません。兄としてキルアを支配し続けようとするイルミ、そこからキルアが完全に自立するまでの物語はハンターハンター全体でも非常に重要なテーマの一つ。そしてイルミは物語の中でも特に便利な立ち位置のキャラクターです。旅団にも協力できる、密かとも行動できる、ゾルディック家にも戻れる、状況次第では誰の味方にも誰の敵にもなれる。こうした自由度の高さは今後の展開を動かす上でも非常に重要な役割となっています。能力面でもまだまだそこが見えていません。針による操作能力は数多く披露されていますが、本気の戦闘や切り札についてはまだ謎が多く残されたまま。以上の理由からイルミは3位。一言でまとめると、キルアの物語のラスボスを別の誰かが倒してしまうことはまずないだろうということですね。幻影旅団死亡生存確率ランキング2位はカルト。
生存確率はドゥク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 ドゥ 98%。順位の理由、現在カルトはイルミと共に3層でミザイストムの指定した個室に待機中。今後の活動でもイルミと行動を共にするはずなので、状況的にはかなり安全です。さらにカルトは幻影旅団の団員というよりもゾルディック家の物語を背負うキャラクター、兄さんを取り戻すという謎の伏線。その目的も今なお謎に包まれたままで、物語の核心となる部分がまだ何一つ回収されていません。そしてカルトはまだまだ成長途中の若いキャラクター、ハンターハンターという作品ではこれから大きく成長していく役割を持った人物が物語の途中で退場することは比較的少なく、その点も生存率を高く考える理由となっています。さらに現在の状況では密かから積極的に狙われる理由も少なく、クラピカにとっても友人キルアの兄弟かつ同胞の仇でないことは明白なので、命を狙う理由は皆無です。旅団の中にいるとはいえ本質的には雲ではないレンジ加入の成長枠、それがカルト。以上の理由から2位ですね。兄さんを取り戻すまで死ぬなんてありえませんよ。ところで兄さんって誰のことですか？それではいよいよ1位の発表の前にチャンネル登録で新しい動画がすぐに見れるグッドボタンと一緒にポチって次の動画でもお会いしましょう。幻影旅団死亡生存確率ランキング堂々の1位は団長クロロ。生存確率はドゥク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 ドゥ 99%。順位の理由、まず何よりも幻影旅団という物語はクロロの物語だからです。旅団という組織の始まりも旅団という組織の終わりも全てはクロロを中心に描かれています。さらに現在もヒソカとの因縁、クラピカとの因縁、そしてシルバソルディックとの因縁、まだ完全には決着していない伏線を多く抱えています。これだけ多くの重要人物との関係が残されたままクロロが退場するとは考えにくいですね。能力面でも盗賊の極意スキルハンターは今なお進化を続けています。国宝級の宝に関する制約などまだ詳しく語られていない秘密がたくさん残されています。そして作者視点で考えてもクロロは富樫先生が描きたいテーマを象徴するキャラクターの一人でしょう。善悪だけでは語れない複雑さを持ち、ハンターハンターという作品を代表する唯一無二の存在となっています。もしクロロが命を落とす時が来るとすれば、それはハンターハンター全体でも最大級のイベントになるはず。仲間が一人また一人と去って行き、最後に残された団長クロロは何を感じて何をするのか、そこまで描いてこそ幻影旅団という物語の完成。以上の理由から1位ですね。クロロが最後にたどり着く結末は救いなのか絶望なのか、ジョナサと一緒にそれを見届けていきましょう。グッドボタンでもバッドボタンでも好きな方を押していってください。チャンネル登録で新しい動画がすぐに見れます。生き残りそうな旅団員みんなの予想もぜひぜひ聞かせてくださいね。どんな動画が見たいかのコメントも大歓迎。ジョナサと一緒に楽しんでいきましょう。ありがとうございました。